おっす、ずんだもんです。今日も元気にチリから超ホットなニュースをお届けするのだ。チリって知ってるか？実は、世界で一番細長い国だって知ってたか？南北に4300キロも伸びてるんだって。日本の本州よりずっと長いんだよ。想像つかないよね。そんなすごいチリのニュース、今日は全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。物議を醸す、ロドリゴ・ゴールドバーグ、エドアルド・バルガスの言うかニュートンザはフェルナンド・フェリチェビッチの責任だと公に非難、という記事なのだ。チリのサッカー界で、移籍の件で泥沼の争いが勃発してるらしいのだ。元ウニベル氏だ。チレのスポーツディレクターが、大物代理人に激怒、500万ドルの給料提示はデマだって言い切ってるし、報復だとまで言ってるんだって。一体何が起きたのか、一緒に見ていくのだ。はい、チリについてご紹介しますね。南米大陸の西側、太平洋に面した細長い国、チリを紹介するのだ。南北に約4300キロメートルも伸びていて、アンデス山脈と太平洋に挟まれているんだ。首都は活気あふれるサンティアゴなのだ。19世紀初頭にスペインから独立し、現在は安定した民主主義国家として知られているよ。人口は約1900万人くらいで、南米の中では中堅国といった感じなのだ。主要産業は何といっても世界有数の産出国なんだ。それから美味しいワインやサーモン、果物などの農業、漁業も盛んなのだ。文化的には先住民の文化とヨーロッパの影響が融合しているんだ。雄大なパタゴニアの自然やアタカマ砂漠の満天の星空は世界中の観光客を魅了しているよ。近年は再生可能エネルギーへの取り組みや社会格差是正に向けた憲法改正の議論なども注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ストリーミングとインタビュー、今週末のプログラムという記事なのだ。エモル TV ではこの週末も多様なストリーミング番組を配信するのだ。日曜日は施行から1年のカリン法の議論や住宅ローン補助金の詳細、中小企業や起業家向け情報番組、ダトテレビ、不動産、投資の TABELLN、テレビ、イノベーションの進歩を示すツアー、INNOVACIN、自動車情報、TABELLN、モーターなどが再放送されるのだ。土曜日には競争力のある物流の未来を考えるセミナーやメンタルヘルス対策、仕事の未来を問う対談が再放送されるのだ。金曜日にはアルネチア市長や元 OECD チーフエコノミストへのライブインタビューがあり、こちらも週末に一部再放送されるのだ。週中では水曜日と火曜日に多数の大学が参加する教育サミット、プロタゴニスタス2030の模様が放送されたのだ。人工知能がホワイトカラーの仕事に与える影響や神経多様性に関する興味深い議論もあったのだ。さらにチリ南部の酒産業サミット SALMN サミット2025も開催されたのだ。エモル TV は暮らしに役立つ情報から社会、経済の動向、そして未来の技術まで幅広いテーマで番組をお届けするのだ。ぜひチェックしてみてほしいのだ。二つ目のニュースなのだ。エドアルド・バルガス復帰不発だけではない。ユーの移籍市場におけるまさかの大失態と新たな補強候補という記事なのだ。チリ大学のサッカーチームは補強市場で大混乱に陥っているのだ。当初は3人、もしかしたら4人の選手を獲得する予定だったのに、現状ではフェリテ、サロモ2選手1人しか補強できていないのだ。これは大変なのだ。期待されていたエドアルド・バルガス選手の加入はまさかの交渉決裂で、彼は別のチームを選んでしまったのだ。エステバン・マトウス選手の移籍もマティアス・セプルベダ選手の海外移籍が白紙になったため、
破談になってしまったのだ。ブラジルのチームへの移籍金条件が変わったのが理由らしいのだ。このせいでアントニオ・ディアス選手の移籍も実現しなかったのだ。でもクラブ側はまだ諦めていないのだ。市場はまだ終わっていないから数日中に新たな選手を獲得するつもりだと言っているのだ。グスタボ・アルバレス監督も補強の緊急性を強く訴えているのだ。次に狙うのはボランチの選手で、ウリセス・オルテゴサ選手かロドリゴ・ウレニャ選手が候補に上がっているらしいのだ。ウの補強物語はまだまだ続きそうなのだ。3つ目のニュースなのだ。物議を醸すロドリゴ・ゴールドバーグ、エドアルド・バルガスの言うかニュートンザはフェルナンド・フェリチェビッチの責任だと公に非難という記事なのだ。チリのサッカー界で移籍の件で揉めているのだ。元ウニベル氏だ。チレのスポーツディレクターロドリゴ・ゴールドバーグさんがエドアルド・バルガス選手のチームへの加入が破談になったのは代理人フェルナンド・フェリーチェビッチさんのせいだと非難しているのだ。ゴールドバーグさんによると、チームがバルガス選手に500万ドルもの給料を提示したという話はとんでもない嘘なのだ。彼はウニベル氏だ。チレがマティアス・セプルベダ選手の移籍金の一部をブラジル側から請求したことでフェリーチェビッチさんが怒り、報復としてバルガス選手の移籍を止めたと明かしたのだ。まるで私の邪魔をするなら選手を引き抜くぞと力を示したのだと考えているのだ。ゴールドバーグさんはエウエニオ・レナ選手の時にも同じような経験をしたからフェリーチェビッチさんのやり方はよくわかっていると強調しているのだ。チリは雄大な自然から活気ある経済、そして熱いスポーツまで多様な魅力にあふれる国なのだ。エモル TV の幅広い番組やサッカーのドラマティックな話題からもチリの奥深さと活力が伝わってきたのだ。世界有数の動産出国でワインやサーモンも美味しいのだ。アタカマ砂漠の星空も魅力的。南米の細長いこの国にこれからもぜひ注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。